はい、こんにちは。今日はね、欠点クラウト、前編、やっていきたいと思います。ドイツって昔作られた軍用車両なんだけど、同じくドイツの軍用車両のシャビムワーゲン、以前作ったこいつをリファインして作り直したいということで行ってみましょう。まずは前回持ってきた荷物は邪魔になるので一旦全部下ろしましょうかね。で、こいつはスピードの2段階調整ができるとはいえ、単純に前進ができるだけの機能なんだけど、しばらく使った結果、やっぱしバッグも欲しいんだよね。あと荷物ももっといっぱい積みたいので、いっそ大胆にディファインしちゃいます。前回ほど大量の荷物を載せることは珍しいので、実用レベルでもう一回り大きくしたいってな話なんだけど、とにかくまずは駆動系ですね。ここは両軸化したモーターを逆向きにつなぐことってどっちのモーターに電気を通すかって進行方向を変えれるような構造にします。で、チャーシの部品も今までの部品を材料にして新たに作り直します。幅が微妙に合わなかったりもしてるんだけど、そういう細かいところは後から調整するとして、基本の設計が問題ないかを確認しとくと、ちゃんと動きますね。右のモーターと左のモーターって回転方向を切り替えることができるので、基本となる部分はうまくいってると見ていいでしょう。よし、引き続き車体を作っていきます。ちなみに欠点クラウトはキャタピラタイプのものが有名で、今回モチーフにしてるのもそのタイプなんだけど、この世界ではキャタピラみたいな細かい部品が滑らかに動くってのを再現するのは非常に難易度が高いのが分かっているので、キャタピラっぽい雰囲気を作ることで折り合いをつけます。今モーターをつけた部分は車体の後輪部分にする予定で、それ以外は飾り用のダミータイヤをつけるような感じですね。衝撃を受けやすい先頭と後ろは耐久度の高いゴムタイヤを使って、真ん中の飾りは重くならない松材のタイヤを使うことにします。で、欠点クラウトの最大の特徴は先頭がバイクみたいになってるデザインなんだけど、これは文字通りバイクを使います。これね、本編ではいきなり登場して、一時期準レギュラーみたいに登場してたんだけど、公式ディスコードから拝借したやつですね。こいつをメインで使ったのはライブの時だったんだけど、この時のライブはダイジェストも作っているので、こいつの活躍が気になる方はそちらをご覧ください。で、こいつをちょっと改造したい部分もあるんだけど、いっぺん大胆に真ん中からぶった切りましょうか。で、こんな感じでくっつければ大丈夫か？悪くないですね。よく見ると微妙にずれてる箇所とかもあるんだけど、いっぺん置いといて目立つ部分から改造していきます。まずはこのタ
タイヤ。元は松材のタイヤが使われてたんだけど、やっぱしここも耐久度の高いゴムタイヤにします。シュビモワーゲンのスペアタイヤがありますね。ちょうどいいのでこいつを使いましょうか。で、元のバイクは後輪駆動だったんだけど、今回は前輪も動かしたいんだよね。なので前輪の内側にモーターを組み込む改造をします。元のタイヤと微妙に寸法が違うのもあって、中心に合わせるのが微妙に難しいな。ちなみに本物のケッテンクラートはバイクのタイヤ部分がダミーで、ハンドル操作用の部品らしいんだけど、とにかく、よし、こんな感じか。試しに電気を通してみると、もしかして逆じゃね？相変わらず向きを間違うのは通過儀礼としてちゃんと考えてるつもりなんだけどな。とにかくこれでちゃんと前に進むようになりました。で、位置とか角度とかがずれてるのを後回しにしてたので、ここを調整していきます。ボディの中央に来るっていうのと、地面に対して垂直であるっていうのと、他の車輪と比べて水平であるっていう3方向を同時に合わせるのが難しいところなんだけど、こんな感じか。試しに固定を外してみると、悪くはないかな。後輪以外はダミーなので、それっぽく設置してるように見えれば大丈夫でしょう。ついでに電気を通してみると、ちゃんと動きますね。っていうか、もしかしてもう乗れる段階か？今、後輪への通電はつないでないので、前輪だけで動いてる状態なんだけど、ちゃんと動きますね。ハンドルの向きでちゃんと方向転換もできるので、ここまでの作りとしては上々でしょう。はい、さっきは横から電池をくっつけてたんだけど、グリップをひねった時に連動する仕組みを作っていこうって思ったら、すでにちゃんとタイヤに連動してますね。これ後から作るつもりだったんだけど、無理やり前輪にモーターを埋め込んだ時にちゃんと動くようになってましたので、このまま進めます。で、あとは後輪にも通電するように配線をしていきます。グリップ操作と連動するようにしたいので、ここからうまく通電できればいいんだけど、よし、これで動くように。あれ？また逆になってない？もうちゃんと前輪とモーターの向きを合わせてたんだけど、前輪はモーター本体の反作用で動いてるので、軸と反対方向ですね。とにかく、よし、これで前進は OK。で、バックの操作はグリップと別系統でトリガースイッチで動くように作ります。よし、
グリップではちゃんと前方向に回転してスイッチで逆方向に動くようになりましたね。ひとまず動くところまでは確認できたので軽く飾り付けをしていきます。キャタピラっぽく見えるような飾りも追加しときましょうかね。実際のところキャタピラなしでタイヤで動くモデルもあったらしいのでそういうことにしといてもいいんだけどキャタピラがトレードマークみたいなところもあるんでね。よし、だいたいこんな感じで大丈夫っぽいのでいっぺんこれで試運転してみましょう。いざ。ちゃんと動くしハンドルでの方向転換もしっかり効いてますね。スピードは15キロくらいなんだけど今電池3本で動いてるのでここは追加すれば上がりそうですね。タイヤはゴムタイヤなので石を踏んだ程度だと問題ないし今主に破損してるように見えるのは松材で作ったダミーのやつですね。でシェビモアーゲンとは違って水上を走れるようには作ってないんだけど浅瀬とかだったら大丈夫かな。とはいえ上り坂に弱すぎるか。バックで一旦下がって勢いをつけて登れるかってのも試してみたんだけどちょっとパワー不足ですね。はい、さっきのを踏まえてパワー不足を解消してみましょう。これはね本来の出力とは別系統で左手側にフルパワーモードを追加しようと思うんだよね。通常のグリップ操作は低速と中速を切り替えられる操作でさっきみたいに登りにくいところでは一時的にフルパワーモードを使うような想定です。ついでに動作確認中に減った電池を充電していくのとあとベースにした段階でタイヤが微妙に破損してたところがあったのでついでに直しときます。よし、じゃあこれで行ってみましょう。通常の走行はさっきまでと変わらずであえてさっきと同じ場所に向かってみましょうか。ここでフルパワーモードをオン。やっぱ難しいか。これね車体が長いせいで前輪も後輪も浮くような状態が発生するんだよね。まあここは大量の荷物を積んだ時のバランス性とのトレードオフにもなるんだけどこいつの場合はバックできるのと方向転換もできるので勢いをつけつつ坂へのアプローチ角度を変えてよしここからフルパワーモードで突っ込むと坂をクリアすることができました。この後も試運転とか調整とかやっていくんだけど今回は前編ってことでこの辺でまとめましょうか。ということで欠点クラウド前編やってみたわけなんだけどいかがだったでしょうか。実際のところここまでで全体の9割は完成してってはいどー
お見せしてる映像が完成形になります。見た目は荷物を載せてる以外は間違い探しレベルで変わってる程度なんだけど、それよりも見た目でわからない細かい調整とかが重要だったりするんだよね。なので引き続き仕上げに関わる部分とかをやっていこうかな。ということで次回は欠点クラート後編やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。